通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、旧 Twitter、X からの話題になります。この X ですね、つい先日、とある仕様の追加をしまして、ユーザーのプロフィールからそのアカウントの所在地やアカウント名の変更回数などが第三者から閲覧できるようになったんですね。これによりですね、とある思惑を持って、工作と言っていいんですかね、印象操作をしているようなアカウントというのも暴露されているので、果たして X がこれによりね、何をしたかったのかというのも含めて、本日は詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。日本時間のですね、11月23日から、正式にね、旧 Twitter、X の仕様の追加というのが本格的にスタートしました。これによりですね、ユーザーのプロフィールからね、そのアカウントの所在地やユーザー名の変更回数、あとそのアカウントがね、初めて登録された日など、様々な情報というのを第三者が知ることができるようになりました。これって結構すごいでしょ。ちょっとね、危ない気もしますが、割とギリギリなとこ攻めてますよね、X は。結構ね、リスキーなことではあるんですが、その問題点もね、今日ちょっと見ていきますが、じゃあ X がね、ここまでリスクを冒して何をしたいのかというのもわからないという方も結構多いでしょう。で、現状ですね、これにより、これがですね、ド直球でハマってしまったアカウントというのも多数暴露されておりまして、現在ですね、赤消し逃亡というのも続々と発生しているというような、もうね、ものすごいことになっているんですよ。じゃあまずね、もう大前提です。これね、どういった仕様変更だったのか、ちょっと先にね、これ見ていきますね。X がユーザープロフィールにこのアカウントについての機能の Rolling Out をしたということで、早速ですがこちらですね、Rolling Out とあります。こちらが本日のキーワードになります。 Rollout。特に製品やサービスを初めて利用可能にする行為ということでね、こちらの Rollout というのは展開するという意味になります。導入を開始するとかね、そういう意味ですね。で、同じような意味合いで言いますと、ローンチって言うでしょ。割とメジャーなんじゃないかなと思います。あれはね、まとめて一気にね、みんなに公開する。こういったニュアンスなんですね。で、一方こちらのね、ロールアウトというのは、一部のユーザーからね、段階的に公開していく。こういったニュアンスになるんですね。で、まさに今回のね、この X の仕様導入というのは、このロールアウトでした。ということで、こちらは、X がユーザープロフィールに、このアカウントについての機能を展開し始めた。イーロン・マスクの X はユーザープロフィールに新機能の展開を開始した。この機能ではアカウントがどこを拠点にしているか、ユーザー名を何回変更したか、元々の参加日、そして X のアプリをどのようにダウンロードしたかといった情報が表示される。そしてここです。この新しい情報はボットが人間になりすますことの多いプラットフォーム上で不正なエンゲージメントを減らすことを目的としている。AI 時代に入り、この問題の監視はさらに難しくなる可能性がある。X のこの機能に関する計画は10月に初めて発表された。 X のプロダクト責任者ニキータ・ビアがまず自分自身と X 社員のアカウントからプロフィールにこの情報を表示する実験を行うと述べたのだ。こうした詳細を公開することでユーザーが本物のアカウントと交流しているのか、それとも不和を煽ったり誤情報を拡散しようとしたりするボットや悪質なアカウントなのかをより正確に判断できるようにするという考え方であるということで、それがね、もうまさにこちらニキータ・ビアさん、ここね X のマークありますが、つまり X の中の人ですね。このようなポストをしているんですね。数時間後、グローバルでこのアカウントについての機能を展開し、アカウントの拠点となっている国または地域を確認できるようにします。プロフィールの登録日をタップすることでアクセスすることができます。これはグローバルな広場の健全性を守るための重要な一歩です。今後ユーザーが X で目にするコンテンツの真偽を確認できる手段をさらに多く提供していく予定です。また発言に罰則がある国のユーザー向けには地域のみを表示するためのプライバシー設定も用意しています。ということで、この機能というのはですね、そのアカウントの登録されている国、そして発信されている国というのを明らかにすることで、そのユーザーがね、何回 ID を変更しているかというのも含めてね、こういうのを公開することで、ボットやその印象操作や扇動のためにね、悪質な情報を発信する。こういったアカウントというのが分かるようにしましょう。こういう機能なんですね。もうそれは X の中の人が公言しているということです。要するにはっきり言ってしまえば、インプレゾンビでもおなじみのね、南アジア系の国が表示されていれば、ボットであろうということが推測できるし、特定の国を下げまくっているようなアカウントの国を見れば、場合によってはね、どれだけバイアスのかかった情報なのかがわかると。こういうことですよ。で、一応この機能はですね、今月のね、21日からロールアウトされたということで、そこからね、徐々に適用されるアカウントというのが増えていき、このポストがね、日本時間の11月23日早朝になっておりますので、
この23日から本格運用されたと。で、ここからですね、この新たな仕様が、現状どのように機能しているのかというのを見ていきますが、まずですね、これがね、真正面にぶっ刺さったアカウント、これね、ご紹介したいと思います。で、これに関してはですね、プクタもね、こちらでポストさせていただいたんですが、プクタも X やってますんで、アトランティスからね、X やってる方いらっしゃいましたら、概要欄から飛べますんでね、よかったらフォローしてみてください。YouTube が消えた場合ですね、プクタね、サブチャンネルと一切ありませんので、つながりが完全に消えますんでね、避難所も兼ねているということで、この機会にね、ぜひフォローしてみてください。で、ちょっとね、これ元のポストが消えてしまってるのでよくわからないんですが、こちらね、ひよこさんのポストがバズってますので、これちなみに海外でも報じられているんですが、ちょっと見ていきますね。いや、さすがに草。日本人女性として日本人男を海外に向けて叩く体裁のアカウントの所在が韓国からアンノウンに変わる瞬間を見てしまった。知られたくないんだろうな。ということでね、こちらにあるんですが、ここね、日本で大変お馴染みとなっております、地牛の画像ですね。これをアイコンにしまして、Japanese Men Achieve。こういったアカウントというのがあるんですね。でね、このアカウントというのは、とにかくですね、日本下げというのをメインにしたアカウントとなっておりまして、ひたすら日本を叩きまくるというアカウントでした。これすごかったんですよ。そうするとね、はい、ここ見てください。こうなったんですね。はい、ここね、登録日、2024年9月。見てください、ここ。アカウントの所在地、コリアと、つまり韓国ですね。で、ここね、ユーザー名の変更とありますが、これほら、このね、Twitter、X ですが、最初登録すると、なんかよくわからない文字列が割り振られてるでしょ。なので、あのまま使っていない限りは、大体ね、即変更すると思うので、このね、登録日と同じ日、ここでね、1回になってると思います。なので、これ普通ですね。でね、もっと言いますと、このユーザー名というのは、こっちじゃないですからね。こっちです。この ID のことです。この表示名ではなくって、この ID。これを変えた回数ということですね。なので、これがね、あまりにも多い場合は、何かあるごとに転生しているアカウントということになるわけですね。そしてね、こちら、接続元見てください。はい。韓国のアップストアということで、このアカウントというのはですね、韓国人によるアカウントだったというのが、推測できるわけですね。そうでしょう。で、もともとね、このアカウントは初期の頃はね、ハングルでポストされていたと、そんな話もね、あるようですが、改めてね、こういった日本下げのアカウント、しかも、さもね、日本人からの告発のように偽装しているようなアカウントというのが、韓国アカウントだったということが明らかになってしまったんですね。もうこんなわかりやすい例ないでしょ。そしてその後ですね、こちらね、見ていただくとわかりますが、これね、こういった方法があるようなんですが、アカウントの所在地、アンノウンになってます。そしてその下のね、接続元もアンノウンになってますね。こういったやり方があるようですね。なんですが皆さん、この後ね、どうなったと思いますか？こちらになるんですが、このアカウント、消えてしまいました。すごいでしょ。これね、23日からこの機能がね、本格運用され始めて、翌日ですよ。もうまさにこれを X がやろうとして、そしてそれがど真ん中にはまったという非常にわかりやすい例になったんですね。つまりこれが日本だけではなく世界的に起きているというわけなんですね。日本の権威主義的な右翼政府が外国人やゲイを抑制しているとずっと投稿している男がブラジル在住でした。ということでね、このアイコン見てもらうとわかりますが、さもね、日本に住んでいる外国人の体で日本下げをしているアカウントが実はここね、ブラジルからでしたと。で、表示名とアイコンはね、結構変えていたようですね。これね、スクショになりますが、日本の政治、LGBT の権利、社会問題についてツイートしています。同性アイコンが日本で合法化されるのを待っています。で、現在ですね、こちらのアカウントはポストね、非公開となっておりまして、これ非公開にすると見れなくなるんですかね。こう何も見れなくなっているというような状態になっています。ここまでもね、先ほどのケースと同じですよね。逃亡してしまうと。で、こちらですね、これまでのケースとはまたね、ちょっと違ったものになるんですが、アメリカのね、いわゆるマガアカウントですね。この多くが実は外国からのものだったということで、で、まずね、こちらのアカウントですが、これはね、東ヨーロッパと、そしてこちらはタイですね。で、このアカウントはね、ナイジェリアと。でね、ここに見えているこれ、で、この右下に見えているこのアカウント、これがね、南アジアとなっておりまして、つまりはインドとかパキスタンとかバングラディッシュとか、そっち系ですね。このアカウントに関しては、もうすでにね、消えてなくなってしまっています。で、これ以外にもですね、数十万のフォロワーを持つニュースアカウントですね。これもね、この X の機能が追加されて、アカウント削除の報告なんかも上がっておりまして、ここの流してるニュースが本当にひどいというね、嘘だらけだという動画が YouTube に上がってるくらい、評判の悪いアカウントだったようですが、続々とね、こういったところがアカウントを消しているというような状態になっています。で、今ね、すごい言われているのがこちらですよ。FOX ニュース。これね、アカウントの所在地、ドイツになってるんですね。でね、ここに見ていただくとわかりますが、このマークですね。
これね、おそらく皆さんのアカウントと形違うと思いますが、このね、縦みたいなマーク、これになっていると、ここにね、説明があるんですが、これね、プロキシ VPN ですね。これを経由している疑いがあると、あのマークになるということです。ただこれもね、精度 100% じゃないらしいですね。実際 VPN 使ってない人が、このマーク出ちゃうという報告もありまして、これね、100% ではないですが、大体これはプロキシ経由だということになるようですね。でね、こちら NHK になるんですが、これもね、はい、ここ、アカウントの所在地、ユナイテッドステイツとなっておりまして、ここ見てもらうとわかりますが、VPN 経由ということがわかると思います。で、これに関してはね、こちらの方がポストされているんですが、NHK のアカウントの所在地がアメリカになっている件、いかにも陰謀論者さんが喜びそうなネタですが、単につぶやきデスクというクラウドサービスを使っているからだと思いますよと。これが原因じゃないかと言われているようですね。アメリカのね、Amazon のクラウドサービス上で運営されているため、こういう風になるんじゃないのと言われているようですね。で、この法則で言いますと、こちらね、ニュースアカウント FOX がドイツになるというのも、そういうことなんですかね。ちょっとよくわかりませんが、現状はね、このように説明されているようです。で、今度はね、こちらちょっとね、政治からは離れまして別枠になりますが、いわゆるネタ枠だと思ってください。こちらね、非常に綺麗な女性がアイコンになっておりますが、赤毛だから振られた。彼氏の母親が赤毛の孫ができるリスクは負いたくないと言って、彼に私を振らせた。彼は金髪の女と結婚して赤毛の子供を2人作った。カルマよね。私の子供は金髪よ。そしてね、ここで言われるんですよ。お前南アジアだろと。インドとかパキスタンとかね、そっちから運営されているアカウントでしたと。で、さらにはですね、こちらですね、このポスト自体がですね、パクツイだということで、つまりはこういうアカウントなんですね。で、現在ですね、大変ね、騒ぎになっているのがこちらですね、マライア・キャリー。ここね、見ていただくとわかりますが、イスラエルになってるんですね。しかもね、VPN 入っていません。で、これね、僕たち実際に確認しているので、本当にイスラエルになっていました。で、こちらがね、実際のアカウントになるんですが、現在見てみますとね、こちら、ウエストアジアになってるんですね。つまりは、イスラエルとかパレスチナとかね、あの辺になるんですが、現在はね、表示が変わっていると。で、ほら、しかもこれ、VPN の表示になってないでしょ。で、なんでマライア・キャリーのアカウントがイスラエルなんだよと、このように言われているんですね。で、これに関してはですね、この方がね、説明しているんですが、以前ね、乗っ取りにあったと。で、そこで吸ったもんだって現在の経緯になっているんじゃないか。こんな説明がされているようですね。そしてですね、はい、こちら。我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんの、抜け殻になったアカウントですね。現在も X やめてるんでいないんですが、これね、見てみますと、こうね、何も表示されないんですね。で、これに関してもですね、この登録日もかなり古いんですね。10年前ということになっていて、この登録日が古いとね、この対応が遅れているというように言われているようです。で、基本的にね、政府機関とかも、詳細なね、所在地とかは表示されないんですが、場合によってはね、このレイチェル・ゼグラーさん、政府のね、主要な人物という扱いになっているのかもしれませんけど、あまりにもね、アカウントが古いとこうなる可能性があると、現状はね、このように説明されているようです。で、イスラエル系で言いますとこちらですね、アメリカの国土安全保障省。ここもですね、現在表示がイスラエルになっていたということで、大騒動になりまして、それを示すようなね、動画なんかも公開されているんですよ。つまりスクショだとね、誰でも簡単に捏造できちゃうんで、これを動画に収めてね、イスラエルって表示されてますよというのを証明しているんですが、このね、X での機能が実装された直後ですね、これ23日になりますが、この時はね、政府の主要なこういうアカウントの所在地とかも、すべてね、みんなと同じように表示されていたと言われているんですね。で、その後すぐに、この機能使えなくなりました。そしてそれが開けてみたら、それが見えなくなっていたと。つまりそのわずか数十分で、様々なスクショや動画というのが撮られたと言われているんですね。なんですが現在ね、これを受けまして、信じられないかもしれませんが、はっきりと言っておきます。このアカウントはこれまでずっとアメリカ合衆国内で運用されてきました。スクリーンショットはいくらでも捏造できますし、動画も簡単に改ざんすることができます。あの動画だって捏造なんだということですね。ということでこれらを全て否定したと。ただこれに関してはですね、このイスラエルという表記を見たという人があまりにも多いんですね。ですので現在もね、これ結構燃えてしまっています。なのでもしかしたらね、今後、いや実はイスラエルと表示されていたんだけども、あれは X のバグでしたという釈明に変わるかもしれませんね。ちょっとね、ここを注目しておくと面白いかもしれません。で、ちょうどね、捏造という話が出たので、こちらね、ホワイトハウスの公式アカウントですが、ここにね、こんな画像を貼ってるんですよ。つまり自分の居場所ですね。ここが民主党員の頭の中に無料で住んでいると。これをね、ホワイトハウス自身が作ってポストしておりまして、これに関してはね、かなり評判悪くってひどいというように言われているんですが、結局ね、自分たちがやっていることに対して、ここで釈明する羽目になっているというね、なんとも皮肉な状態になっています。はい、ということで本日はですね、先日実装されました X の新仕様。これにより、様々なアカウントが暴露され逃亡。騙し合い、晒し合いの地獄と化しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。現在ですね、X 側はもっともっとね、精度を高めていくということを言っているようですね。なんですが、一方でですね、リスクもね、かなり叫ばれておりまして、つまりね、これが著名人だったりする場合、このね、現在の所在地というのを見ることで、旅行が多い人だったりするとね、今自分が家にいないというのが分かってしまうんですね。で、これもね、ちょっとまずいと言われているようで、
対策していくようですね。この他にもですね、日本の情報を英語メインで発信しているアカウント。これね、お前は日本人じゃないだろうと。このようにね、かねてから言われているようなアカウントが、実はちゃんとね、日本在住でしたということも発覚したりね、この23日を起点に、ガラリとね、その状況が変わったということで、これからもね、これに関連して、様々なアカウントがね、暴露されていくのかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われましたか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。